殿、早く中を見て回りましょう。ほら、かりん殿とあやめ殿はもう楽しんでいますよ。あやめちゃん、もしかして隠れ身の術ですか？かりん殿に見抜かれた。なんたる失態。かくなる上は煙玉でドロンして雲隠れ。煙はダメですよ。騒ぎになっちゃいます。本当に楽しそうで。さあさあ行きましょう、プロデューサー殿。いざ時代室。いよいよ明日から撮影ですね。緊張します。セリフかまにゃいよ。早速噛んじゃった。今日までたくさん読み合わせをしたじゃないですか。きっと本番は大丈夫ですよね、たまみ殿。はい、かりん殿はお芝居ならあまり噛みませんからね。それにお芝居への不安はたまみも一緒ですから。いやー、あの日プロデューサー殿からお話を聞いた時はどうなることか不安だったものですが。時代劇？なんと憧れに憧れ続けた念願の時代劇。ニンドル浜口あやめ、感無量です。それで内容はどんなものですか？女剣士が大活躍するお話だとたまみは大感激ですけど。恋愛ドラマですか？時代劇で恋愛ものだなんてすごく意外です。意外すぎです。ああ、でも私たちが恋愛ものをして良いのでしょうか？どちらかというとバラエティ向きのメンバーかと。当て書きっていうと私たちに合わせて脚本を書いてくれたってことですよね。すごいです。そこまでしていただけるなんて。役が演じやすいのはありがたいですが、逆に恋愛劇は演じづらくなってしまうような。今さらっとすごいこと言いましたよね。この3人でフェスですか？楽曲は何を？君のそばでずっとって君のそばでずっとですか？うずきちゃんたち5人のために作られた曲ですよね。はい、その君のそばでずっとですよ。うわっ、うずき殿、いつからそこに？ついさっきです。プロデューサーさんに用事があったんですけど、お話中みたいだったので後ろで待ってました。でも私の名前が出たのでついもしかしてうずきちゃん、私たちが歌うの知ってました？はい、プロデューサーさんから聞いていましたから。3人の歌楽しみにしていますね。ご期待に沿うのが忍者の務め。しかしうずき殿たちが作り上げた楽曲に挑戦するとは随分とプレッシャーが。そんなに緊張しないでください。3人らしく歌うのが一番ですから、私たちのことは意識しなくていいと思います。そう言っていただけるとありがとうございます、うずき殿。フェスでのパフォーマンスに恋愛ものの時代劇への出演、どちらも成功させてみせましょう。時代劇で恋
楽しみにしていますから頑張ってくださいね。うずきちゃんたちが歌った「君のそばでずっと」、すっごくいい曲ですよね。ええ、胸にジーンとくるラブソングです。だからこそ難しくもあるわけですが、ラブソングというだけでなく私たちの曲でもないわけですからね。プレッシャーを感じずにはいられません。でも歌った本人のうずきちゃんにあんな笑顔で励まされちゃったら、なんかもうやるしかないって感じですよね。そうですね、慣れないことに戸惑いはありますけど、武士は引き受けた仕事から逃げ出したりはしません。与えられた仕事があり、楽しみに待ってくれている人がいる。リンドルとしての使命を果たす時です。恋愛時代劇も君のそばでずっとも、私たち3人で絶対に成功させてみせましょう。それではせーの、えいえいおー。今日も見守っていてください。天国のお父さん、お母さん。よし、それでは元気にお薬売ってきます。はい、行ってきます。かりんちゃん、こんにちは。今日も茶屋の看板娘が板についてますね。いらっしゃい、あやめちゃん。ってもう看板娘なんかじゃないですってば。失礼しました。お茶とお団子をお願いします。はーい、すぐに持ってきますね。あ、そうだ、かりんちゃん、この後たまみちゃんの家に行くんですが、一緒にどうですか？ぜひ。たまみちゃんにお届け物を持っていく予定でしたから。はい、お茶とお団子お待たせしました。いただきます。今日もかりんちゃんちのお団子は絶品ですわ。雑巾がけはこんなところですかな。たまみちゃん、お疲れ様です。お二人ともこんにちは。いかがしましたか？お届け物の薬をお持ちしました。それから差し入れのお団子です。わざわざありがとうございます。今稽古が終わって掃除していたところですから、少し待っていてください。たまみちゃんは偉いですね。師範代の娘とはいえ、男の人たちに混じって剣術の稽古をしているんですから。好きでやっているだけですよ。父上に頼み込んでなんとか稽古をつけてもらってるのに、なかなか強くなれませんし。でもやっぱり偉いです。剣術に対してすごく一生懸命なところ尊敬します。私も何かこれというものに出会えたら。今日もよく働きました。さて、お夕飯はどうしようかな。あいたたたた。すいません。話してください。
そのバカならここにいるぞ。それはこちらの言葉。今すぐ尻尾を巻いて逃げるのなら見逃してやる。峰打ちだ。やれやれ、治安がいいはずの城下でこのような輩がいるとは世も末だ。そこの人、大丈夫でしたか？はい、大丈夫です。助けていただいてありがとうございました。ご無事で何より。お天道様が見ているとはいえ、女子の一人歩きは危ない。今後は用心して歩いてください。では拙者はこれで。はい、本当にありがとうございました。もう行ってしまわれた。お侍様、どことなくお父さんに似た面影が。あやめ殿を助けた侍はまさに侍の中の侍。言葉で語るのではなく、刀と背中で語る。かっこいいです。本当にかっこよかったですよ、りょうさん。お侍さんの格好もよくお似合いです。サンキューな。まさか私が侍になるなんて思わなかったけど、やってみると案外楽しいもんだな。そういえばフェスにも出るって聞いたぜ。君のそばでずっとを歌うんだよな。はい、私たちの持ち歌ではないし、ラブソングだしで、上手に歌えるのかが心配で。心配ね。その心配を全くしてないのがここにはいるみたいだけどな。ま、おせっかいかもしれないけど、これは私からのアドバイスだ。今やってる時代劇は恋愛もので、歌はラブソング。役を演じていれば何かつかめるかもしれないぜ。持ち歌じゃないのは歌った人をリスペクトしながらも吹っ切るしかないかな。おー、なるほど。さすが亮殿。時代劇で演じた侍のように頼もしいお言葉です。役を演じながら歌を理解していく。そうですね。そうすれば君のそばでずっとを自信を持って歌えるようになるかもしれません。お侍様、また助けてくれたお侍さんのことを考えているんですか？気持ちはわかりますけど、いつ来るかは。邪魔をするよ。いらっしゃいませ、松永さん。お久しぶりです。お団子とお茶すぐに用意しますからね。よろしくお願いする。あなたは先日お会いした人ですよね。はい、そうです。あの時のお礼をどうしても言いたかったので、ここで待っていたんです。やっぱり松永さんがあやめちゃんを助けてくれた人だったんですね。話を聞いてそうじゃないかって思ってたんです。松永さんにもう一度会いたいって言って、この茶屋に通い詰めていたんですよ、あやめちゃん。かりんちゃん、
そのことは内密にとごめんね。そうだ、松永さん、よかったらここ相席をお願いしてもいいですか？ええ、構いませんよ。では失礼します。そういえばまだ名乗っていませんでしたね。拙者は松永良一郎と申します。私、あやめです。改めてになりますが、先日は助けていただいて本当にありがとうございました。偶然通りがかっただけのこと、お礼を言われるほどのことではありませんよ。それにどうかしましたか？いえ、失礼しました。あなたがあまりにも拙者の知人に似ていたもので。そうなんですか？ええ、昔拙者がお世話になった人で、お恥ずかしい話、拙者の初恋の人でした。初恋？子供の頃の話です。ああ、失礼しました。誰かに似ていることを不快に思う人もいるというのに。いいえ、私は気にしていません。どちらかというとお団子お待たせしました。はあ、どうしたんですか？なんだか楽しそうですね。なんでもないですよ。会ったばかりだという気がしなくて、とても話しやすい人ですよ、あやめ殿は。松永さんとそんなすぐに親しく話せるなんて、あやめちゃんが羨ましいです。私なんてなかなかお話できなかったんですから。拙者は距離を縮めるのが苦手ゆえ、その説は失礼しました。いえいえ、それで2人は何の話をしてたんですか？そう、松永様に助けていただいたので、ちゃんとしたお礼がしたいと思っておりました。ですからお礼などいいのですよ。当然のことをしたまでで。そんなことをおっしゃらず。松永さん、あやめちゃんはこうと決めたらこう、言い出したら聞かないんですから、人助けと思って何かお願いをしてあげてください。ふむ、それならば握り飯を。握り飯？はい、剣術の稽古が終わった後は腹が減ってしまうんです。だから握り飯を稽古の後に持ってきてもらえませんか？そんなことで良いのでしたら喜んで。どちらで稽古を？たまみちゃんのお父様の道場ですよね。私たまにお見かけします。なんと世間は狭い。それでしたらお任せください。しかと握ってみせましょう。飯を。いや、あやめ殿は面白いお人だ。楽しみにしておりますよ。あやめちゃん、差し入れはいいけど気をつけてね。意外と力が強いんだから握りすぎちゃダメですよ。カーレンちゃん、それは言わない約束ですよ。お疲れ様です、あやめ殿、かりん殿。いやー、楽しい展開になってきましたな。良一郎殿とあやめ殿のラブストーリー、お疲れ様です。いやー、なんとも気恥ずかしい。かえって自分の名前の役というのはなんともにとも照れます。自分じゃない自分になったみたいでドキドキしちゃいますよね。でも大変ですね。ドラマのセリフを覚えながらフェスの歌詞を覚えるというのも。
はいですが、セリフと歌詞を覚えると言葉の意味をそれまで以上に理解できる気がします。たまみは不思議なつながりを感じる時があります。時代劇の内容と君のそばでずっとの関係に。それわかります。君のそばでずっとに巡り会えたその瞬間、景色が変わったっていう部分があるじゃないですか。それってまさしくあやめちゃんと松永さんが出会ったシーンそのものって感じがしますよね。私も同じことを思ってました。松永様に出会った瞬間、あやめが見ている景色は一変した。あの瞬間があやめにとって恋の始まりだったんですよ。松永さんがあやめちゃんの友達2人と実は知り合いだっていうところにもものすごい運命を感じます。歌詞にも運命という言葉が出てきますし、両殿に言われた通り役を通じて君のそばでずっとを理解していくことができそうですね。お邪魔しまーす。あやめちゃん、こんにちは。そんなこわばった顔をしていろいろ台無しですぞ。たまみちゃん、意地悪を言わないでください。失礼。お探しの松永殿でしたらあそこですよ。ふっはっはあ。素晴らしい立ち筋ですよね。見とれるのもわかります。あ、休憩みたいですね。よーし、松永殿。玉美殿、拙者に何か。あやめ殿、来てくださったのですね。はい、これお約束してた握り飯です。かたじけないあやめ殿、稽古の後にいただきます。この量は。たくさん食べていただきたいと無心で握っていたら、気づけばこの通りで。それではこれを平らげられるよう稽古に励まないといけないですね。すいません。さすがあやめちゃん、思い込んだら一直線。そしてお礼の約束を果たすとは義理がたい。松永殿とは大違いですな。玉美殿、子供のように拗ねていないでください。子供って言うな。だって今度玉美と手合わせをしてくれると約束したではないですか。前に行ったらまた今度、その前もまた今度、前の前の前もまた今度って、その今度はいつなんですか。そうですね、手合わせするのはまた今度です。玉美殿がもっと鋭い素振りができるようになったら、その時は手合わせをしましょう。今日も断られました。ならせめて稽古を見てください。それでしたら構いませんよ。ありがとうございます、松永殿。では早速と庭掃除をするように言われてたんでした。残念ですが稽古はまた今度。あやめちゃんはゆっくりしていってくださいね。それでは。ゆっくりしていってと言われても、稽古の邪魔になるでしょうから、私はそろそろ帰りますね。少しお待ちを。実はあやめ殿にご相談があるのです。松永様が私にですか。はい、
私でお力になれるのでしたら。感謝します、あやめ殿。実は義士に子が生まれまして、祝いの品を渡したいのです。ただ何を渡したら喜ぶのかわからず困っていまして。お姉様にお子が。それはおめでとうございます。そのお祝いの品、喜ばれるものですよね。松永様、よかったらなのですが。ありがとうございました、あやめ殿。一緒に選んでいただいておかげで良い品を義士に送れます。松永様のお力になれたようで何よりです。それに松永様とのお買い物、とても楽しかったです。それは拙者も同じです、あやめ殿。しかしすみません、このような時間まで連れ回してしまい。大丈夫です。薬の行商で慣れっこですから。それに松永様のお姉様に喜んでいただきたくって、私もすっかり悩んでしまいました。重ねて感謝を申します。よければこのお礼を何か。それではお礼が終わりません。では松永様、またこうしてお会いできますか？もちろん会えますとも。あやめ殿がそう思ってくださるのであればいくらでも。松永様。聞きました、たまみちゃん。あやめちゃんと松永さん、この前一緒にお買い物に行ってきたそうですよ。はい、それだけではなく、昨日もあやめちゃんが道場に差し入れを持ってきていましたよ。とてもいい雰囲気で。松永様、また明日も握り飯をお持ちしてもよろしいでしょうか？ありがたい申し出です。あやめ殿の握り飯はいつも拙者に力を与えてくれるものですので。松永様、そのようなことを言われてしまうと、ご飯を握るのに力が入りすぎてしまいます。その場に2人しかいないような会話ですね。微笑ましいというか、なんというか複雑です。松永様、かっこいい。両殿の演技なのは分かっているのに、もうドキドキですよ。松永良一郎というお侍さんからにじみ出る哀愁がすごいですよね。幼い頃に両親が亡くなり、父の友人が松永さんを引き取る。そして10歳も年の離れた義士に恋心を抱くも、養子という立場もあり、その思いを伝えることはなかった。切なくも素敵な思い出話ですね。少しずつですが、恋というものの素敵さが分かってきたような。お芝居だとしても胸がドキドキします。たまみも同じ気持ちです。君のそばでずっとを歌うときは、このドキドキを感じながら歌えばいいんですよ、きっと。そうですね。でも歌だけじゃなくって、ダンスにも思いを込めて、恋にドキドキするって気持ちを表現しましょう。見ててくださいね、プロデューサー殿。時代劇で学んだこと、まずはレッスンでご披露しますから。どうしたんですか、あやめちゃん。
そんなに大きなため息を吐くなんてらしくないですよ。最近松永様にお会いできていなくて。そうなんですか？うちの茶屋にも顔を出してくれていなくて。2人もですか？ということはたまみちゃんも？はい、稽古があるはずなのに道場に来ないんです。父上は何か知っているみたいなんですが。話してくれないのか？そうなんです。松永殿が理由もなく稽古を休むはずがないから何かあるんだとは思うんですけど。どうしたんでしょうか、松永様。拙者がどうかしましたか？松永様？今までどうしていたんですか？いろいろとありましてご心配をおかけしました。いいえ、ご無事で何よりです。一体何があったんですか？実は今日は挨拶に来たのです。拙者幕府からの命を受け江戸を離れることとなりました。江戸を離れる？はい、調査のために土佐へと行くのですが、短くて数年、いえ、もしかしたらもうここへ戻ってくることはないかもしれません。どうして急にそんな。その命を断ることはできないんですか？幕府の命は絶対逆らうことなど許されません。それにこの命は拙者にとっては悪い話ではありませんので。残念です。松永さんにもう会えなくなってしまうなんて。拙者もです。この茶屋の団子絶品でした。もう食べられなくなるのかと思うと寂しい限りです。稽古は私の稽古を見てくれる約束してくれたじゃないですか。申し訳ない玉美殿、約束を反故にしてしまって。そんなの嫌です。たまみちゃん、待ってください。たまみちあやめ殿、私も残念です。もう少し松永様と。いえ、何でもありません。どうかお元気でいてください、松永様。それでは私もこれで。待ってください。松永様、どうか手をお離しください。私は笑顔であなたを見送ることなどとてもできそうにありません。ですからどうか手を。別れを知り、この胸が痛くてしょうがないのです。失礼します、松永様。あやめ殿、恋をしてもハッピーエンドになるとは限らないですよね。胸が締め付けられるような切ない思いをするのも恋なんですね。恋をするのもラブソングを歌うのも簡単じゃありませんね。別れや切ないという気持ちは身を切られるように辛いものですから。君のそばでずっとにも切ないって気持ちはあるのに、ドキドキするという思いばかりを見てしまっていました。はい、
今日なんですよね、松永様のご出立。店先でため息つかないでください。お客さんが逃げちゃうじゃないですか。というかですね、あやめちゃん、隣でそんなにうじうじされてるとこっちまで落ち込んできちゃいます。二人ともごめんなさい。そんなに怒らないでください。怒ってるんじゃありません。今のあやめちゃんを見ていると叱りたくなっちゃうだけです。それ結局怒ってるってことですよね。あやめちゃん、いつもはきっぱりはっきりしているのに、松永さんの話を聞いてから全然らしくないんですから。自分の気持ちには素直であるべきですよ。だってもう二度と会えなくなるかもしれないんですから。それは分かってます。分かってるけど、それでも怖いんです。自分の気持ちを伝えるのが。最近の松永さん、以前とは少し変わりました。あやめちゃんと出会ってから笑顔が見えるように。ええ、きっと松永殿も同じ気持ちのはずです。そして言い出せないのもきっと。今ここで何もしないのは逃げているのと一緒ですよ。そうです、逃げないで立ち向かってください。思い込んだら一直線、あやめちゃんらしくぶつかってみましょう。忍んでいるようで忍べていない、それこそがあやめちゃんですよ。二人ともちょっと悪口になってませんか？元気出ましたか？そのくらいの方がたまみはいいと思いますよ。かりんちゃん、たまみちゃん、ありがとう。二人とも決めました。私行ってきます。土佐へ。名残は尽きぬが、さらば江戸よ。お待ちください、松永様。あやめ殿。間に合った。どうしたのですか、こんな夜更けにそんな大荷物まで持って。松永様にどうしてもお伝えしたいことが。聞いていただけますか？はい。松永様と出会ったのは男たちに絡まれた時。あの時に助けていただいたこと、松永様の凛々しさ、私は一生涯忘れません。そしてあの瞬間生まれた感情もやはり忘れられないのです。私は松永様をお慕いしています。唯一の家族であった父もすでにおらず、どこへとも行ける身。どうか私を松永様のそばに置いてください。あやめ殿、参りました。あなたにそんなことを言わせてしまうなど、本当は拙者から言わねばならぬこと。卑怯と思われるかもしれませんが、改めて言わせてください。あやめ殿、拙者のそばにいてください。辛い道中であり、楽な生活の保証もできません。それでも拙者についてきてくれますか、あやめ殿。はい、もちろんです、松永様。いついつまでも私はあなたのそばにいます。
私たちやり遂げましたよ。この通り撮影できました。お疲れ様でした。私頑張れました。最後まで噛まず転ばず無事終えることができました。等身大の町娘の演技、子供っぽくというお芝居が難しかったですが、真に迫っていると監督からお褒めいただきましたよ。お二人に支えられて私も恋する町娘役をなんとか務め上げることができました。本当にありがとうございます。こちらこそあやめちゃんのお芝居素敵でした。ドキドキしましたよ。いつものあやめ殿のようでありながら、時折見せる真剣な恋するお顔、お見事でした。そんなに褒められると。に隠れ身の術。ずいぶん賑やかだな。あやめは何をやってるんだ？両殿に見抜かれた。かくなる上は煙玉はダメですからね。昨日までの芝居が嘘のようにいつも通りのあやめ殿ですね。これが終わったらフェスだろ。町娘からアイドルに戻らないとな。時代劇の撮影は一段落でフェスもすぐ目の前。もうあとは最後まで転ばないようにラストスパートです。そうですね。時代劇を通して恋をする気持ちが少しだけ理解できました。この思い歌に込めてみせますよ。お疲れ様です。たまみ殿、かりん殿。お疲れ様です。フェス大成功でしたね。3人で力を合わせた成果が出せました。お疲れ様です、プロデューサー殿。あ、両殿、うずき殿。よ、みんなのステージ見させてもらったよ。はっきり言って最高だったぜ。皆さんの君のそばでずっとすっごく良かったです。3人らしく元気で可愛いんですけど、なんだか切ない感じもあってうまく言えないけど、とても感動しました。ありがとうございます。はっきりと褒められるのは照れますけど、嬉しいものですね。時代劇の撮影とフェスのレッスンで忙しい毎日でしたが、どちらも終わった今となっては良き思い出です。不安になったり悩んだり疲れが溜まったり、それも含めて充実した毎日でしたよね。そうですね。恋愛時代劇の話を聞いた時はちゃんとできるのかと心配をしたものです。君のそばでずっとフェスで歌うと聞かされた時も、たまみたちが歌って大丈夫なのかと気がかりでした。どちらも終わった今だからこそ思います。その両方は支え合っていたんだなって。恋愛時代劇に出演したから君のそばでずっとを歌えて、君のそばでずっとのレッスンをしていたから最後まで恋愛時代劇を演じられたんです、きっと。確かに不安そうな顔をしてたもんな、3人とも。でもできました。うまくできるか不安だったこと、両方ともできたんです。いっぱい頑張ってましたから大丈夫だって信じていましたよ。期待と信頼に応えて
こその剣士でありアイドルですからね。いいね、かっこいいぜたまみ。一つ上のステージに上がったんだな、みんな。そうなんでしょうか。そうだとしたら嬉しいです。恋愛時代劇のお仕事が来て、フェスで君のそばでずっと歌うなんてタイミングがすごくいいですよね。言われてみればその通りです。これって狙っていたんですか、プロデューサーさん。運命。そうですね、空前にしてはできすぎてますし、運命を感じます。時代劇とフェスのタイミングが運命なら、こうしてたまみたちが事務所のみんなやプロデューサー殿と出会えたこともきっと運命ですね。私たちの永遠に続くストーリーはまだ始まったばかりですよね、プロデューサーさん。さすがプロデューサーさん、言ってくれるぜ。さすが私たちのプロデューサーさんです。ところで皆さん、お腹空いていませんか？言われてみると少し、たくさん応援したからでしょうか。でしたらお団子を食べに行きませんか？実は調べてきたんです。撮影の時に使ったお団子のお店。いいですね。あの味をまた味わいたいと思ってたんです。私ももちろん賛成だ。やったら美味しかったからな、あの団子。それじゃあこれからみんなでお団子を食べに行きましょう。もちろんプロデューサー殿もご一緒にですよ。